ビスケット元カード書店員のカードゲーマー VTuber ゆうきビスケです。最近動画全然出せてなくてごめん。実はここ最近人生でトップクラスに色々ありまして、仕事をめちゃくちゃ頑張って無事に保護犬をお迎えしました。いやマジでずっとお迎えしたかったので本当に幸せで、マジで最高じゃんって思ってたんですよ。その直後から謎の体調不良になりました。マジで誇張なしで毎日胃液を5、6回吐いてたの。もうね、水飲んでも吐くの。もう胃液人生であんなに胃液吐いたことないマジで本当に胃液で水鉄砲状態だった。動画も全然撮れてなくてごめんね。今はだいぶ元気になりました。っていう報告するだけの動画だとさすがに動画短すぎるんで、ビスケが通ってた幼稚園でマジでエグいルッキズムがはびこってた話をしようと思います。毎年幼稚園の遊戯会でミュージカルやってたんだけど、その配役が本当にやばくて、かぐや姫で例えると女子の1番の花形がかぐや姫、2番目が月のうさぎ。ここに学年で可愛いトップ層が全部集められるの。じゃあ可愛いって思われなかった子はどうなるのかっていうと、モブ。しかもただのモブとかじゃなくて、誰かが飼ってる馬とか鳥とか牛とかの家畜役なの。人間ですらないの。マジで人権なさすぎてやばい。普通の子はまだ全然マシで、商人とか普通の人間の役なのね。しかもさ、かぐや姫とうさぎさんとかは衣装めっちゃ可愛いのに、動物は普通にダサいの。この時点でもうやばいじゃん。でもね、もっとやばいのがここからで、配役を決めるときはまず先生たちが女子を可愛い順に顔で並べるの。で、その順番のまま、はい、一番可愛い子がかぐや姫、はい、次、月のうさぎって配役していくの。で、さらに追い打ちがあって、園長先生がそれを見て、この子違うわーってなると、あんた可愛くないからこっちってみんなの前で言って、月のうさぎの子を動物役に降格させたの。本当に結構腕引っ張ってその場で移動させられるの。あれ、子供ながらに普通にトラウマレベルで怖かった。ここで問題になるのが1個、ボスママ問題。子供ながらにボスママだって思う人が2人いたの。でもボスママなんてさ、自分の子が花形じゃなかったら絶対切れるじゃん。でもね、そこはめちゃくちゃうまくやってて、ボスママ A の娘はかぐや姫、ボスママ B の娘は月のうさぎ。これってなんかさ、一見バチバチになりそうなんだけど、実は衣装の可愛さは月のうさぎが一番上なのよ。だからボスママ A はやっぱり主役はうちの子よねってもうドヤ顔。でもボスママ B は可愛いものが大好きなタイプだから、衣装可愛い、マジ似合ってるってもう大満足。子供ながらに大人の忖度えぐーって思った。じゃあ男子はどうだったかっていうと、男子の花形はまあ帝とその家来たちって感じなの。で、それ以外は商人とか動物とかそういうのは全部一緒。でもね、男子は基準が違ってて、声のでかさ。声がでかい順に配役決まるの。やっぱ花形はさ、花形のほど人数が少なくて、声が小さいと成立しないからなの。つまり、男子は能力で決まって、女子は顔で決まるの。どれだけ歌が上手くても、声が出てても女子は顔。子供ながらにあんまりにも残酷すぎて、普通に怖かった。アラサーナビスケが幼稚園の頃の話だからさ、もう本当に昔なんだけどさ、今の令和の幼稚園ってこういう配役どうやって決めてるんだろうね。こういうところはやっぱ令和っていいなって思ったよ。もし令和の幼稚園の配役について知ってる人いたらコメントください。ではでは、おつびそー。